皆さんこんばんは、サイラです。いや、ついにモンスターハンターライズ発売しましたね。早速0時からやっているんですが、始めた直後で少しわからなかった点とか、初心者向けの情報を小ネタとして紹介していこうと思います。このチャンネルは攻略裏技検証系を扱っています。チャンネル登録お願いします。まずはじめに里内移動っていうのでいろんなところでワープできると思うんですが、始めた直後だとお供広場っていうところと修練場っていうところが行けないと思うんですね。これはストーリーが進んだら行けるようになるのかなと思ってたんですが、実はこっちの方に直接行ける場所がありまして、こんな感じで中に入るとここがお供広場になっていました。ここでできることなんですが、まずお供の雇用、新しいお供を仲間にすることができます。あとはここでお供のレベル上げですね。クエストに連れて行ってレベルも上がるんですが、連れて行けてない他のお供をここでレベル上げることができます。レベル上げるとスキルのバリエーションが増えていくって感じですね。最初に仲間にしたお供っていうのももちろん最初にいるんですけれども、そのお供がどういうスキルを持っているのかっていうのはこんな感じでステータスで確認することができます。良いスキルを持っていなかったら別のお供を雇用してそちらを連れていくとか、そういう感じでいろいろ新しいお供を手に入れて強化していくっていう感じになると思います。今回特にオンラインでやってもお供は1体連れていけるっていうのがありますので、過去作だとオンラインでは連れていくことできなかったので、オンラインをメインでやる方はあまりお供必要じゃなかったんですが、今回は1体連れていけますので、そういった意味で育成っていうのは大事になってくるかなと思います。お供のステータスなど確認できるところはこの自宅っていうところか、あとはお供広場にあるこのお供ボードっていうこれですね。これで確認ができます。今までのアイルーの他にガルクっていう犬みたいな仲間も増えているんですが、こちらに関しては任具っていうのを装備できて、これ装備すると特殊なスキルというかそんなのが発動できるようになります。で、初期の状態では装備していないので必ず連れていくキャラクターに装備っていうのを忘れずにやってください。あとは交易品を取り扱う場所があります。で、ここでポイントで交換してアイテムを手に入れたりっていうのと、あとはアイテムを増やすっていう、今まで農場とかがあってアイテムを蜂蜜ですとかそういうのを増やすっていうことができたんですが、今回も同じようにあって、今見ての通り最初ですと1個しかないんですが、そこでアイテムを増やすことができます。よく使うアイテムを増殖していく、そんな感じなのかなと思います。今私は蜂蜜をやっています。で、枠は見る限り3個あるので、最大3個まで増やしていける、そんな感じなのかなと思います。こちらは交渉術っていうのを使うと獲得できる数とかいろいろ増えていきますので、見ての通りレベル5以上でちょっと報酬が増える、レベル15以上でだいぶ増える、そんなイメージになると思います。で、蜂蜜を入れてるのは回復薬と蜂蜜で調合すると回復薬グレートっていうのが作れますので、それを狙って蜂蜜を入れていってます。お店で買えるのは回復薬だけですので、蜂蜜を集めてもらって回復薬グレートをいっぱい量産しとこうっていう感じですね。あとはモンスターを捕獲するために雷光虫がもし取りに行けるんだったら雷光虫にしたいなと思ってるんですが、今のところまだゲットできてないので確認は取れていません。あとはお供隠密隊っていうのがありまして、こちらで特定のマップに対してお供を派遣してそれぞれのアイテムを取得するっていうことができます。1つのクエストをクリアするとステージが1個進んで、5個までクリアすると全部完了っていう感じですね。モンスターハンターワールドとかにもあったあれと一緒です。そんなに貴重なものをバンバン手に入るってわけじゃないんですけど、少しずつ獲得はできるのかなと思います。交易のアイテムを増やすあのやり方と比べると
こちらはそこまで優先度高くないですけど、この辺の隠密隊とか交易っていうのは自宅のアイルに話しかけることで一括で全部進めることができるので、わざわざお供広場に行って一人一人に話しかけるってことはしなくてできます。なのでクエストから帰ってきたら自宅に戻ってその辺をセットするっていう感じになるかなと思います。できれば集会所にあるとよかったんですが、今回その集会所と他の村部分の出入りっていうのはこの里内移動を使うと一瞬にして移動できます。労働時間ほぼないような感じで行けるので、あまりそこを時間かかるからって気にしなくていいのかなと思います。だいぶやっぱ読み込みは早いですね。集会所と村の行き来っていうのももうほぼ労働時間ない、そんな感じで行けるようになっています。で最後にお供広場の端っこの方に船があるんですが、ここ乗っかっていくと修練場、過去作でいう武器の練習する場所ですね。あそこに移動ができます。いつも里内移動で移動してたのでこんなムービー入らなかったんですけど、歩いていくとこんなムービー入るんですね。こんな感じで練習するところに移動ができて、ダメージの合計値とかいろんなモーションが確認できます。ここから完全に初心者向けになるんですが、まず武器種を決めるっていうところが大事ですね。どんな武器を使うのか。スタートすると一通り全ての武器種の初期装備っていうのをもらえます。こんな感じですね。なので自分に合った武器っていうのはまず1個見つけるっていうのが大きいです。ここの修練場であれば武器を切り替えてすぐに確認してっていうことができるので、使い勝手の良さ、ダメージですとか見た目の派手さとか、あとは移動のしやすさ、回避のしやすさ、ガードのしやすさなどなどいろいろ考慮してこれがいいなっていうのをまず決めるのがいいと思います。でモンスターハンターは最終的には複数の武器種使えるようにするのがいいっていうのがあるんですけど、例えば空中に飛んでばっかりの敵に対しては弾を撃つガンナーと言われるヘビーボウガン、ライトボウガン、弓あたりで戦えるようになった方がいいとか、あとは攻撃が激しければガードが強いランスとかガンランスを使った方がいいとか、罠とかではめて一気に敵を倒せるとかであれば、例えば体剣とか太刀とか双剣とか、いろんな武器種あるんですけど、そういうもので戦えた方がいいかな。それぞれのパターンによって武器を変えた方がいいっていうのはあるんですが、少なくとも始めたばっかりとかこれから始めるあまり経験がない方に関しては、一番初めに武器は一つに絞ってそれだけで武器の強化をしていったり、そういう風にした方がいいです。あとは防具もそうですね。最初の頃であれば防御力が高いものをどんどん用意すると思うんですが、後半になるにつれてスキルを考慮した防具っていうのが必要になるんですが、武器種によってやっぱり必要なスキルって変わってくるので、そういう意味で、最初は一つに絞って作った方がいいです。素材もお金も足りないっていうのはありますね。続いてターゲットカメラを使いこなそうっていうことで L を押すとこんな感じで向いてる方向にカメラがリセットされるって機能あるんですが、ターゲットロックといって R ボタンですかね。 R ボタンを押すと今画面右上に枠がついたと思うんですね。こんな感じでこの状態でカメラのリセットを押すと敵の方に向いてくれるんですね。で戦闘中にいろいろ攻撃しててやってる最中に敵の位置が分かんなくなってしまったと、もしくは背後に回ってしまった、こういう時にカメラをぐーっと回すんではなくってターゲットカメラを使ってちょんってやると、向きを変えてくれるので敵の方に向いてくれると。こんな感じでうまくターゲットカメラを使ってもらうと敵との戦闘がだいぶ楽になるかなと思います。ターゲットカメラですけど設定によってはこのようにロックオンカメラっていう形にできるんですね。こうするともうずーっとロックしっぱなし、そんな感じになります。ただ細かい調整ができないのであまりこれに慣れすぎると危険かなと思います。どうしても敵を狙って照準を合わせるの大変っていう方はこれでもいいのかなと思いますけど、
最終的に上手くなりたいんだったらターゲットカメラだけにしておいた方がいいかなと思います。一応キャラクターの部位の方にターゲットを変えることはできるんですけど、その程度で少し画面を右に持っていきたいんだよなとかっていう調整ができなくって、例えば複数の敵出てる時に右に左に出てるんでちょうど中間にカメラを持ってきたい、そんなこともできなくなってくるんで、少し注意が必要かなっていう設定ですね。こういう感じで微妙な位置のカメラの移動っていうのができる形になるので、ロックオンカメラじゃなくてターゲットカメラがおすすめです。続いてショートカットですね。 L を長押ししますとこんな感じでショートカット出てくるんですけど、その時に A と Y で右下のアイテム欄移動しながらアイテムを使う、これもあるんですけど、これではなくってこのショートカット、これで簡単に使うことができると。アイテム欄に関してはカーソルを合わせたところのアイテムしか使えないんですけど、ショートカットであれば右の R のボタンを角度を合わせるだけでそのアイテム使えるっていう形になりますので、このショートカットっていうのを使うのを慣れていった方がいいです。でこの辺の設定っていうのはオプションの方でショートカット設定ってありますので、これを使っていろいろセットしていける、そんな感じになっています。こんな感じですね。でこれを変えたいよっていう時はこういう感じで、調合とかもセットすることができると。調合なんかで言うとメニューからこう選んでどれを調合するかって選ぶんですけど、ショートカットの場合はこのアイテムを調合するっていう形でセットができるので、ガンナーの方なんか非常に便利だと思いますね。あとはチュートリアルでも教えてくれるんですけど、基本中の基本ですね。切れ味っていうのがあるんですけど、今画面左上この部分ですね、枠つけてると思うんですが、この部分に関してずっと攻撃してるとゲージがどんどん減っていきます。今緑、もうすぐ黄色になると思うんですけど、このゲージによって敵に与えるダメージっていうのが変わってきます。今黄色になりましたね。でゲージが落ちていくとその分ダメージが減ってくるので、その時に砥石っていうのを使います。これですね。でこれを使わずにずっと叩いているとダメージも大幅に落ちますし、あとは、敵に攻撃した時に弾かれちゃうんですね。そういったものも起きやすくなるので、なるべく短いタイミングで砥石は使った方がいいと思います。ここまで切れ味が減ったら砥石を使おうみたいなのを自分なりに決めておいて使っていくといいと思います。砥石自体はこんな感じでだいぶ時間がかかるので、その間攻撃した方がよりダメージ稼げるっていう判断をするのか、その辺はケースバイケースになってくると思います。敵が倒れていて攻撃いっぱい出すチャンスの時に切れ味が落ちているから砥石を使っちゃおうなんてやると逆にもったいない場合もありますし、今回で言うとガルクに乗った状態で砥石使えますので、こんな感じで戦闘中逃げ回りながら砥石使うこともできます。これは一つの方法として覚えておくといいかなと思います。次ですけど、今回は、キークエストというハンターランクを上げるための必須クエストっていうのがあらかじめ分かるようになっています。今見えてる左側のマークがついてるところ、ここからここまでですね。この中で3種類クエストをクリアすると緊急クエストになりますよっていう感じの説明があらかじめ出ています。出ている中で敵を選んで倒していくってことをやれば緊急クエストっていうのが出てハンターランクが上がります。だいぶ楽になってますね、この辺で。これも今作から変わったところなんですが、敵の弱点、今までは弱点になっているところを星印で表示程度だったんですが、今回こう見ての通り完全にもう数値で出しています。これで言うと頭部への攻撃が圧倒的に有効で、それ以外尻尾の先端が同じくらい有効でっていう感じで、どこに攻撃を当てるとダメージが高いかっていうのは本当にすぐ分かるようになっています。押さえづちで言うと頭か尻尾の先端に雷属性の武器を使って攻撃するのが一番有効、こんな感じですね。で胴体と頭比べると、倍まではいかないですけど 1.8 倍ぐらいの差があると思うので、胴体を一生懸命攻撃してても
頭が攻撃できるんだったらちょっと移動してでも頭を攻撃するっていうのを意識した方がダメージが稼げるっていう感じかなと思います。無理して移動して敵の攻撃を食らってダメージ与えられないっていうんであれば、少しでも攻撃チャンスで100点 V じゃなくても攻撃するっていうのはいいと思うんですが、狙える状況だったらこういう弱点を狙っていくっていうのが大事になってくるかなと思います。この辺のステータスは何回も討伐する必要はなくって1回だけ討伐すれば全て情報が見れます。こんな感じで取得する素材のパーセントもちゃんと出てます。ここから先は戦闘で上手くなりたい人、どんどん上達していきたい人向けの情報になります。もう基本中の基本のお話になるので、経験者とかはそんなに役に立たないかなと思うんですが、聞いていただければと思います。でまずモンスターとの戦いなんですが、マルチでやると正直簡単です。敵の攻撃が、4人で戦う関係で4回に1回ぐらいしか攻撃来ないって考えたら、その間回復も使えるし攻撃するのも簡単だしっていうので、マルチでやるのはすごく簡単です。ただし本当に上手くなりたいんだったらマルチでやる前にまずソロでやった方がいいです。ソロで1人でそのモンスターを倒せる、そういう状態になってマルチで短い時間で倒すために、楽をするって意味で活用っていう、そういう感じにするといいと思います。もちろんマルチでやってはダメっていう話ではなくって、戦闘の立ち回りとかをうまくするっていうことを考えるであれば、マルチでは最初やらずにまずソロで1人で攻略をしていくっていうのがいいのかなと思います。関連指定になるんですが、モンスターとの戦いをするとき特に考えずにとにかく敵のところ突っ込んでいって攻撃して、なんか攻撃モーション見えたら避けて、ダメージ食らったら回復使って、そういう感じで繰り返してると思うんですが、できれば最初は今やってる感じで全く攻撃をせずにひたすら様子見、こういう感じで攻撃せずに周りをうろうろするだけ。今回でいうとガルクに乗ってうろうろした方がより安全かもしれないんですけど、こうしておくと敵の攻撃パターンって見えてくるんですね。こういう攻撃があるんだみたいな。で一通り攻撃パターンを見てきて、だいたい動きが読めるようになったら攻撃していく、そんな感じにするとより上達が早くなると思います。アクションゲームなんですけど、モンハンってターン制のゲームと同じ考えなんですね。敵って攻撃するときに必ず隙があるんですよ。全ての攻撃じゃないです。ある特定の攻撃に関しては攻撃打った後必ず隙が生まれます。その隙に攻撃するっていうのをやるといいっていう意味で、敵の攻撃、敵のターンを待って攻撃を当てる、こういう時ですね。でそうじゃない時は攻撃しない、そういう感じを意識すると結構被弾は抑えられるようになります。でこれらを意識しないで、敵がいるわーって切りつけてやっちゃうと、こうやって食らう。で食らってまた突っ込んでいって攻撃をする。これをやっていくとなかなか上達はしません。数をこなしてそれであっても100対200対戦っていくんだったら多分覚えるとは思うんですが、そうではなくってできるだけ攻撃を当てていいタイミングを覚える、そういう感じでまず観察をすることからやっていくといいと思います。最初にも言ったんですけど、あくまでも敵との戦いを上手くなりたい人向けのお話です。マルチでワイワイやってっていうのも全然楽しいですし、それでもクリアできるので、そういう方向けのお話ではないのはご注意ください。例えばタイムアタックを最終的にやりたいぜとか、そういう方なんかはまず敵の動きをひたすら熟知するっていうのが大事かと思います。隙がなさそうに見えて、例えばカウンター技持ってる時だったら無理やりそのターンをこちらに持ってくるみたいなこともできますし、いろんなパターンあるんですが、とにかく敵の動きを覚える、これが非常に大事だと思います。私もそういうのは意識してやってるんですが、ただこればっかりは問題があって、行動が読めても体が追いつかない人がいます。アクションが苦手な方ですね。私なんかがまさにそうなんですけど、これ来る、分かってる、避けなきゃって言っても間に合わないと、そういう方もいるので、それはもう許してください。そういう感じで上達するにはっていうところでお話をしました。今回は以上になります。これからちょっとがっつりモンスターハンターやっていきますので、たまに友人とやってる時なんかライブ配信していますので、その時
皆さん参加もししたければ全然構いませんので、ぜひ一緒にやってもらえたらと思います。配信はしてしまうので、名前出るのは嫌だっていう方は一緒にはちょっとできないんですけど、ボイスチャットもディスコードをつないでいるので、そういったところでコミュニケーション取りながらやれればいいかなと思います。はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、ベルマークお願いします。私たちもたまに出るので見てください。